皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今回の卓球知恵袋は、ループドライブを、深く入れていくための、練習方法を紹介していこうかなと思います。ループドライブを深く入れる方法を、教えてくださいということで、そちらの質問に答える形でやっていきます。まずループドライブを深く入れる必要性ということからお話ししていくと、ループドライブを深く入れることでまず相手にカウンターを狙われにくくなります。どうしても浅いループドライブ、もちろん相手の待ちを外すっていう意図を持って浅くするんだったら、問題ないと思うんですけど、どうしてもそればっかりになると浅いとこう上からグッて乗っかるような感じでパンって持っていかれてカウンターされてしまうことがあるので、浅いループっていうのも必要なんですけど、逆に相手にいいカウンターを入れられないために深くループドライブを深く送ってやるっていうことがまず一つ重要な、ポイントになってきます。でもう一つの、必要性というところで、深くすることでボールの滞空時間は自然に長くなります。長くなるので、自分の時間的な余裕を作れる。例えばグッて詰まった時に体勢が崩れた時に浅いボールだったらパパンって合わされるともう自分の時間なくなってしまうんですが、深く入れてやることによって時間的な余裕が少しできるので、またパッて戻るっていうことができるので、ループドライブ入れるっていうのはまたその自分に時間的な余裕を作る意味でも重要なので、深く入れるっていうところを意識してやってほしいと思います。でもちろんその相手のリズムを狂わす浅いループだったり深いループだったり混ぜながらやることで、ここで待っていいのかここで待っていいのかっていうふうに相手を惑わせる効果もありますし、そういうふうにすることで、ブロックを難しくしたりチャンスを作りやすくなるので、その後の展開っていうのがまた有利になっていくので、このループドライブを深くコントロールするっていう練習を一度やってほしいなと思います。では練習方法なんですが、このタオルを使います。タオルを相手コートのエンド側ですねに置いて、タオルより奥に入れる、このゾーンだけを狙って入れるような練習をやってみてください。やっぱりこのループドライブっていうのそれぞれ感覚っていうのはあると思うんですけど、もちろんそのラバーによってもそのラケットによってもやっぱりその感覚っていうのは異なってきて、例えば弾き出しが速い用具とか逆に球持ちがすごい吸い付くような用具ではまた深く入れる感覚っていうのも大きく変わってくると思いますので、こういった練習をすることでどんな用具の方でも誰でもうまく深く入ったかなっていう基準を見ながら練習することができるので、こういった今回は皆さん練習の時タオルを持ってくると思うのでタオルをやってますが、こういった障害物を置いてそこに当たらないように送ってやるっていうような練習を、やってみてください。で、これに慣れてきてだんだん深いループが入るようになってきたなと思ったら、今度は例えば切ったつっつきとかナックルのつっつきとかいろんな球に対して行ってください。場合によっては後ろからロングに対してやる場合もあるかもしれないですし、出るか出ないかのボール、長さのボールとかにやることもあるかもしれないし、流しのようなちょっと横回転が入ったボールに対してやるかもしれないので、自分のそのできないループができないボールをなくすっていう意味も込めて、いろんなボールに対して深くループの練習をしてみてください。でそれがだんだんできるようになってきたら回転を混ぜてもらう。混ぜながら自分でその回転の種類とか質っていうのを判断しながら、それまで培った感覚っていうのを判断しながら出すような感じで、どんな球が来てもできるだけ深く入るようにやっていくと、より実践的な感覚でループドライブを深く入れるっていう身につけることができるんじゃないかなと思います。ぜひこのタオル使った方法簡単なのでやってほしいなと思います。
こう練習方法としてはとてもシンプルで簡単なものなんですが、効果としてはかなり大きいです。できるんじゃないかなと思ってやってみても結構タオルに当たってしまうものなので、ぜひそういったコースを狙うでその感覚を養うためにいい練習なので、ぜひ参考にしてほしいと思います。では実際にこの練習やってみましたのでご覧ください。